はい、本日はですね、ご来場ありがとうございます。今日はパーサーの未来について話していきたいと思います。私は金子雄一郎と申しまして、インターネット上ではこのフクロウのアイコンで活動しています。現在所属している会社はトレジャーデータという会社でエンジニアリングマネージャーをしています。でですね、今年トレジャーデータはゴールドスポンサーを務めております。拍手は来ない。はい、ありがとうございます。はい。で、トレジャーデータなんですけれど、現在、社内に Ruby のコミットが5人在籍していまして、うち4人が同じチームで働いているという、割と楽しい職場になっております。で、今年、現地の方にですね、いろんなチームのメンバーが参加しているので、トレジャーデータの技術的なことであるとか、ビジネスのことなど、何か疑問をお持ちでしたらば、ぜひ誰か捕まえて話を聞いてください。で、私はですね、他にも C Ruby のコミッターもやっておりまして、普段は構文の追加ではないタイプのパーサーの機能追加というのを行っています。で、皆さんが直接それを使うということはあんまりないのかもしれませんけれど、僕の入れた機能が最終的にカバレッジであるとか、各種例外のメッセージに、組み込まれることで、皆様の普段の開発体験を向上することに貢献できているのではないかなと思っております。はい。で、本題に入る前にですね、パーサーの現状について軽く説明しておきたいと思います。で、Ruby におけるパーサーの立ち位置というのは、入力された皆さんが書いたスクリプトを受け取って、それを後続の処理のために抽象構文義 AST という、データを作るところまでが、主にパーサーの役割となっています。で、Ruby の今使っているパーサーは LALR パーサーという種類のものを使っており、これはGNU-Bison という別のツールを使って、定義ファイルから自動的に生成しています。で、僕はLR パーサーが割と好きなので、ちょっと LR パーサーの歴史というのを簡単に振り返ってみたいんですけれど、まずですね、1965年に、クヌースが論文とともに論文を発表して発明をしたのがきっかけで、その後70年から80年代にかけて、YAC であるとか、GNU-Bison であるとか、今でも使われているパーサージェネレーターが開発されてきました。で、Ruby を含めていろいろな言語で使われてきたんですけれど、2000年代になると GCC が、で、その後2010年代には Go が相次いで手書きパーサーによって、パーサージェネレーターによるパーサーを書き換えていくっていうことをしています。そういう意味ではちょっと2023年、やや下火になっているのかなと思っています。で、Ruby のパーサーに関して言うと、ここ2年くらい、主に VS The World というRuby 会議のコーナーで議論がされていて、現状この3つの課題が大きく挙げられています。それはそれぞれユーザビリティの問題とメンテナビリティの問題と、ユニバーサルパーサーが欲しいという問題というふうにまとめられます。ですのでね、今日の発表のイメージはこんな感じで、ユーザビリティ、メンテナビリティ、ユニバーサルパーサーという顔を持つ巨大なドラゴンをなんとか倒していけないのだろうか。いや、倒していきますという話をします。さあ、立ち向かっていきましょう。ありがとうございます。はい。では、1つ目のユーザビリティの話ですね。これまでパーサーの役割って非常にシンプルで、入力されてきたインプットが文法にのっとっているかどうか確認して、問題がなかったら後続の処理のために、他のデータ構造を作ってあげる。で、問題があった場合はシンタックスエラーという形で、それを報告して処理を終えるっていう非常にシンプルなものだったんですけれど、LSP があるこの時代において、それだけではちょっと十分ではないというのが言われていて、例えばこういった例のように3行目で変数 A の後にドットって書いたら、多分皆さんここでアレイの何かメソッドをサジェストしてほしいはずですよね。でもこの時ってこのスクリプト全体はシンタックス的におかしいんですよ。だけどこういう状態でもできる限りパースをしてほしいっていうのがこの時代の要請としてあると。なかなか無茶なことをみんな言うなと思うんですけど、そう要請されているのが仕方がないと。で、というわけなので、パーサーに期待されていることというのが増えてきていて、特にインバリッドな入力に対しても、きちんと AST を可能な限り作ってほしいというのが増えました。で、Ruby 以外の言語をどうしているかというのを最初に少し見ていくんですけれど、まず、Python。Python というのは、PEG パーサーという、またちょっと別のパーサーを使っているんですけれど、この PEG パーサーの特徴というのは、列挙されているパターンを上から下に全部試していくことになるんですね。例えば、A っていうルールに当てはまらなかったら B を試してみる。B がダメだったら C を試してみる。で、そうするとシンタックスエラーが発生したときにどこまで読んだ状態だったのかっていうのが、取るのが難しいんですよ。つまり全部試してみました、ダメでしたっていうのがペグパーサーにおけるシンタックスエラーなので、じゃあ具体的にどこまで読めたのっていう情報は基本的には残ってないと。なので Python なんかだとエラートレラントというかエラーメッセージを出すためにわざわざそのシンタックスエラーになるようなケースを具体的に、例えば行末にコロンがないっていうルールとして定義をして、その中に対応するエラーメッセージを入れるっていうようなことをやっています。つまり捕まえたいエラーケースすべてにおいて言語開発者側が
あらゆるパターンを書かなくてはいけないというのが今のペグパーザーの状態だと理解しています。で、Go とラストの場合はラストアナライザーというツールなんですけれど、これはどちらも手書きパーサーなんですけれど、ちょっと見ていきたいと思います。で、Go のケースでは、予期しないトークン、なんかその変なトークンが来たときに、アドバンスっていう関数を内部的に呼んでいて、これはその引数に渡されているフォローリストっていうんですけれど、このトークンが来るまで一定期間トークンを読んでは捨て読んでは捨てっていうのを繰り返していきます。でこれも結局今自分がどこをパースしているかっていうのを関数の中で理解して、それに応じて次どのトークンまで読み飛ばすのかっていうのを定義してあげる必要があります。でラストアナライザーのケースも同じなんですけれど、Go とちょっと違うのは Go が複数のトークンを読み飛ばす可能性があるのに対して、ラストアナライザーは一つしかトークンを読み飛ばさないという特徴がありますけど、基本的にアプローチは変わりません。で、Ruby が使っている Bison もエラーリカバリーというのを提供しているんですけれど、これはパニックモードと呼ばれていて、非常に大雑把に言うと、シンタックスエラーが起きた周辺をなかったことにして処理を進める。例えばこういった入力であれば、3行目がなかったらこれは問題ないスクリプトですし、2行目3行目両方なくてもいいんですけれど、ある程度エラーが起きた周辺を消しちゃうことで、処理を進めていくと。で一旦まとめですが、ペグと手書きパーザーにおいてはエラーになるケースについて文法を意識しながら開発者側が結構細かく作り込んでいく必要がありますと。で Bison のパニックモードも結構これ問題があって、何かというとシンタックスエラーが今起きているところこそ皆さんが入力をした部分にすごく近いわけなので、その辺を飛ばされてしまうと結局保管ができなくなってしまうという問題がありますと。でどうするかっていう話なんですけれど、これは2020年に発表された、論文からアイデアを取ってきてるんですが、主にですね、トークンを追加もしくは削除してリカバリーを行ったらどうだというアイデアがあります。このタイトルにある多分パニック、ドントパニックのパニックはパニックモードのことを指していると思うんですけど、そういうことですね。で、具体的には、こんな図のようにする。ちゃんと説明しますんで。まず最初、インサートの話をします。これは、図見勝手左側ですね。if の後にエンドが来ている。これ明らかにシンタックスエラーであると。ただ、もしこれ、if と end の間に true と then っていう2つのキーワードがあれば、これは正しい構文になるから、このように2つのトークンを補ってあげれば OK。もしくは右側のように、今度 end が1個多いんですけれど、多いということは最後の end を消してしまえば、これはシンタックスとして正しくなる。こういったふうにインサートとデリートというオペレーションを組み合わせてシンタックスエラーが起きた状態から何とかして正しい構文を推測というか作ってあげようというのがこの論文で言われているアイデアです。なんでこんなことができるのっていうと、ちょっとこれは LR パーサーの内部的な話になっちゃうんですけれど、LR パーサーって与えられたルールをもとにいくつかの状態を作って、それをベースにして有限オートマトンを作り、その有限オートマトンを動かすことによって構文解析を行っているんですね。これテストによく出るので皆さん覚えて帰ってください。はい。例えば if 式であれば7つの状態が1から7まで作られる。例えばこれは何かというと、一番最初のやつは if の前の状態、if の前にいますよ。で1個 if を読んだので2番に移りました。以下同様にしてエンドを最後読み終わると7番の状態に遷移する。こういうふうに状態を分けて管理しているんですね。でここまで理解すればあとは簡単で、先ほどの例に戻るんですけれど if エンド if を読んだ後になんかエンドが来たんだけど、これ別にここに来るトークンじゃない。でここでパーサーは考えるわけですね。if の後に何だったらばこの処理を続けることができるか。例えば true、 例えば def。ここではちょっと例を簡単にするために true を選んだとしましょう。なんだけど true の後にまだエンドが来てもダメで、なぜかというと、ここではthenもしくはセミコロンもしくは開業のうちどれかが来ないといけないっていうのが決まっているわけですね。でここではthenを選んだとしましょう。最後この後コンプリートステートメントと if tail っていう部分に関してはこれ省略可能な部分なので、無視してあげて、ここでエンドが最後手に入ったので全体としてはエラーリカバリーができたというふうになります。というわけでこの図について皆さんも理解はしたと思うんですけれど、矢印のところでエラーが発生した。その後、トークンインサート、デリートっていうオペレーションをガーッとこういろいろ検索していってリカバリーができるパターンを探しましょうっていうのが今回、僕が入れたいなと思っているアプローチです。一旦まとめです。で今回ご紹介した方法ではですね、リカバリーするパターンがいくつか見つかることがあるんですけれど、例えばその中で最も安いものを選ぶっていうのが割とオーソドックスな方法で、例えばインサートとデリートの回数が一番少なくなるものが正しいというかそのベストであるっていうふうにして、回復するときのオペレーションを考えます。でこの方法の利点というのはプログラマー側、つまりRuby を書いている Ruby のデベロッパーたちが具体的な構文について何もしなくていいんですよ。基本的に全部 LR パーサーが状態を見て判断してくれるので、僕たちはこうシンタックスというかグラマーを書くことだけに集中ができるっていうのが、この方法のいいところですね。でじゃあ Ruby でこの方法を使いたいって、思うと思うんですけれど、
Bison に実装しようとするとちょっと大変で、なぜかというと Bison ってテンプレートファイルと呼ばれているファイルがあって、それをもとにparsec っていうファイルを作るんですけれど、このテンプレートファイルいじろうと思うとBison って皆さんの環境によってバージョンが多分違うんですよ。でバージョンごとのテンプレートファイルを用意するっていうのはちょっとメンテコストが高いというか、正直無理だと思っているので、そんなお困りの皆さんのためにですね、今回はRubyで書かれた Bison のオルタナティブを用意しました。で、YAC と Bison っていう4本足の動物っていう系譜なので、今回ラマという名前を付けましたが、ヤマって LLAMA っていう綴りなんだけど、これだと LL パーサージェネレーターと多分勘違いされちゃうので、LRAMA というプロジェクト名にしています。で使い方はこれ簡単で Ruby のツールディレクトリにコピーして動かすだけで、動きます。で現状すでに Ruby の 3.0、3.1、3.2 に関しては Bison の出力結果と同じものが出ることはテストしています。いつでも入れられるというか、もう早く今にでも入れろという圧をちょっと受けています、昨日から。はい。で実際にこれはですね、トムペンさんってまた別の人からいただいた例なんですけど、こういうのって今 if true っていうこの式は今の Ruby だとリカバリが全然うまくできなくて何も情報が残んないんですよって言われたので、これを試しに今回僕がラマに実装したインサートベースの方法に置き換えてみると、ご覧のようにちゃんと右閉じ括弧とエンドがサジェストされて、シンタックスとしてはちゃんと正しいものになるっていうのが確認できています。で、ここまでのまとめですね。インサートとデリートというオペレーションの組み合わせをやることで、プログラマーが構文を意識することなくエラーリカバリーというのを実装することができるということを見てきました。でまた LR パーサーってその論理的な基礎付けがオートマトンにあるので、 LR パーサーを使っている限りにおいてはオートマトンで得られたいろんな知見というのを僕たちは利用して巨人の型を見ることができるっていうのが割と便利なポイントだと思っています。というわけで1つ目のボスはですね、倒せました。では次行ってみましょう。今度はメンテナビリティという話ですね。で、巷ではどうもパース Y、Ruby のパース Y というのは難しいというふうに言われています。どうなんでしょうね、本当のところはね。でなんで難しいかっていうのは僕なりにいろいろ考えてみたんですけれども、ファイルが大きい、でも15000行っていうのは大きいけど頑張れる。で、LR と LLR って、コンフリクトとかをしたときに割と原因が分かりにくいっていうのは昔から言われているんですけど、これ最近の Bison とかだと割とカウンターエグザンプルっていう例を出してくれたりして、それなりに便利なので、この辺は最近緩和されたかなと思っています。でBison がプリミティブな機能しか提供してないという意見はあるんですけど、これは実装すればいい話なんでそんな問題じゃないと思っていて、リッパーが混ざり込んでるっていうのはちょっと Ruby 固有の問題なんですけど、そんなことよりですね、パーサーとレクサーが密結合してるって明らかにやばい問題があるので今日はちょっとこれを見ていきたいと思います。で、今レクサーのですね構造体見ていくと、ご覧のように12345個もその状態に関するフィールドがあって、そもそもこれレックスステートだけで13個状態があったりするんですよ。もう何なんだろうって思うんですけれど、でこれ別に真面目にやっててこうなってるんですよ実は。でなんでこんなことをしなくちゃいけないかっていう話を今回1個例を出したいんですけれど、基本的にはコンフリクトを解消するためにこういったアプローチを取っています。で Ruby って do をすごいよく使う。松本さんの話でも今日 do end という発明をしたぞって言ってて、いや発明ねって思ったんですよ僕はこれ正直。でdo end 便利ですよね。でこれ別に4個あるって冗談でも何で比喩でも何でもなくて、本当に4つ別のトークンがあるんですよこれ中に。これひどいと思っていて、でしかもレクサーが条件を見てこの4つを切り出し分けてるんですよ。なぜかよく動いてますよねこれね。で楽しくなってきたでしょこれ。で具体的なコードをちょっと考えると分かるんですけれど、ファイルの中にブロックのようなものが伴ったメソッド呼び出しがあるっていう時に、この do っていうのはホワイルの do かもしれないし、オブジェクトメソッドを呼び出した時のブロックかもしれない。これ分からない曖昧性があるわけですよ。で Ruby はこれを、上の方で解釈する、ホワイルの do として解釈するっていうふうに決めてるので、解析自体はできるんですけれど、そういうこれはホワイルの中に出てきた do っていうのはホワイルの do なんだよっていうのをやるためにどうしてるかっていうと、これは松本さんの日記に2004年の日記に書いてあるんですけれど、これをやるためには2つの実装方法があって、1つはこの右と左にあるように do を含むルールと含まないルールっていうのを全部用意してあげて、場合によってそれぞれを使い分けていく。これは確かに綺麗なんですけれど、構文を追加するたんびにこの両方をメンテしなくちゃいけないっていう問題がありますと。もう一つは、今説明したようにそれぞれ異なる do に対してレクサーをうまく操って異なるトークンを出していこうっていうアプローチがあって、これはですね構文的には非常にすっきりするんですけれど、レクサーの中にめちゃくちゃな数のロジックが入ってくるので、結構これもこれで大変なんですけれど Ruby はこっちの方法を今採用しています。
で同じく松本さんの日記の同じところにですね訳は宣言的な文法が書けない、つまり宣言的な文法であり条件が書けない、つまりある条件の時はこのルールは使いたくないよみたいなのが思うんだけど、そういうのは、できないって書いてあって、まあね確かに Python はそういう機能を提供していないんですが、だからといって別に不可能というわけではないんですね、どうもこれ。で、2022年の今度論文でプラクティカル LR パーサージェネレーションっていう割となんか今後のより良い LR パーサーを作るにはこういうテクニックがあるんだっていうなんか気合いの入った論文があるんですけれど、その中にノンターミナルアトリビュートっていうアイディアというかテクニックが紹介されていて、これは読んで字のごとく非集単記号に対して属性を設定していくっていう機能なんですね。でまずこれ一番最初のところで、こういう属性を使いますっていう定義をしてあげて、一番最後3番ですね、ここ見てほしいんですけれど do allowed っていう属性が true なのであれば、それは do が許されてるから do を含むルールを使える、そうじゃなかったらそこは使えないっていう定義をしてあげます。で、2番に戻っていただいて、フォワイルの中のエクスプレッション、ここでは do が出てきてはいけないっていうのは Ruby の文法なので、ここでびっくりマーク、つまり do allowed ではないっていう情報を渡してあげますと。で、これも実際に Llama に実装してみてRuby のパスワードを書き換えてみたんですけれど、確かにですねこれうまくいくんですよ。特に例えばこれ今一番重要なルールを抜いてきたんですけれど、この2番目のルールが出たり条件によって出たり出なかったりするっていう話なんですけれど、左のフォワイルの時には確かに do に関するルールは消えていて、右側のフォワイルじゃないケースにおいてはちゃんと do に関するルールが残っているので、やりたいことができている。よかったですね。狙った通りの結果が得られたんですが、残念なことにですね他のルールがコンフューズするんですね、これやると。どういうことかっていうとエンドなしのメソッド定義っていう結構邪悪な機能があって、この右側にブロックを伴うメソッドの呼び出しを書いたというケースなんかで、これは果たしてフォワイルの中ね、しかもそれがこれは果たしてフォワイルの do なのかブロックの do なのかがわからないっていうコンフリクトが実は Ruby にはあるっていうのが、その各種 do のトークンを一つにまとめていったときに発覚したと。これどういうことかっていうと、レクサーに僕たちめっちゃ発行しまくった結果、なんか実はパーサー的に曖昧な文法っていうのを実は知らないうちに入れちゃってたっていうなんか辛い話があって、なんかもうダメかなって思って、なんか僕たちの冒険はここで終わっちゃうのかなみたいなことをしばらく思っていたんですけれど、まあこんなところで倒れたわけにはいかないわけですよ。なんかきっとこうボスを倒す秘策があるはずってしばらく考えた結果、ちょっと一回 do の特徴をもう一回整理してみるんですけれど、do って4種類あると。でその do に今しかも優先度がある。例えばフォワイルの中にはラムダの do が出てくるんだけど、フォワイルの中にはブロックの出てこないっていう、優先度があるんですね。でもう一個、さっき言わなかったんですけれど、カッコをつけると do がまた書けるようになるっていうのがあって、わかります？大丈夫ですか？ついてきますか？でもこれも大事な特徴ですと。でですね、これぐーっとしばらく考えてると分かるんですけど、実はもう僕たちこれヒント解決するためにヒントって持ってて、優先度だけを切り出して考えれば、すでに Python は優先度って提供してるんですよ、機能として。つまり足し算の優先度って掛け算よりも優先度低いじゃないですか。でそういう時ってこの優先度をちゃんと定義してあげることで、きちんと掛け算が先にくっつくような、構文解析をしてくれるっていう機能はもう Python が実はずっと昔から提供していますと。でコンテキストっていう話をすると、これはさっき紹介したノンターミナルアトリビュートっていうものはコンテキストを運ぶための道具なんですね。例えばフォワイルの条件式の中であればっていう条件、そのコンテキストを運ぶことができますと。ということはですね、これを組み合わせたらどうなるかって思うじゃないですか。思いますよね。でやってみたんですけれど、一番最初に do の優先度っていうのを宣言してあげて、その後ラムダとかブロックコールなどそれぞれのルールに応じた優先度をそのルールの中で定義して使ってあげます。で、3番下から2つ目のところですね。ここはカッコの中なので、また再び do highest っていう一番高い優先度に戻してあげますっていうふうにやっていくと、なんとですねLlamaに実装した結果、メルタブコンフィグが本当に解消したんですよ、これ。はい。ありがとうございます。で念のため作られた状態っていうのを確認しておくと、フォワイルじゃないケース、つまりステート105っていうやつに関して言えば do が来たら、シフトしてねってなってますし、544番つまりフォワイルの中にいるときは do が来た場合はリデュースをしてください。つまり do はブロックにくっつかないでフォワイルの方にくっつけてくださいっていうふうにちゃんとステートを分けることで対応できているというのが分かったので狙い通りですねと。で、ここまでのまとめですが、ノンターミナルアトリビュートテクニックだけでは解決できなかった Ruby の do という根深い問題に関しても他の既存のテクニックと組み合わせることで無事解決ができましたと。でここでのポイントは何かというと、パース Y の記法だけを変えてるんですよ。つまり DSL だけを拡張している。
LR パーザーのアルゴリズムって全く変えてないんですよ、これ。だから僕たちはですね、実は LR パーサーに見切りをつけた人もいっぱいいるんですけれど、LR パーサーの本当の力っていうのをまだ引きずり出せてなくて、僕たちの表層としての DSL の技術力が単に低かっただけだっていうのがここで得られた知見です。というわけで2人目のボスも倒せたということにしましょう。はい。でですね、3つ目のテーマ、ユニバーサルパーサーです。でユニバーサルパーサーってそもそも何で欲しいのかっていう話なんですけれど、MRuby とかみたいな他の Ruby 実装であるとか、あとは Solve、タイプフロフなどの各種ツールなんかでもRuby のパーサーを使って AST が欲しいっていう要望は結構あるんですね。で今まで見てきたように Ruby のパーサーの実装っていうのはまあそれなりに複雑なので、同じものをちょっと一から実装しましょうっていうのはなかなか大変ですし、Ruby リリースが毎年行われているたびにパーサーの中身っていろいろ変わっていたりとかするので、毎年追従しないといけないって問題がありますと。この辺がユニバーサルパーサーというのがみんな欲しがっている理由です。でも別に Ruby のパーサーって Ruby の基礎付けというかベーシックブロックの一つなので、なんか俺別にそのまま抜いてきて使えるんじゃんって思いますよね、普通は。思わない、あんまり思わない。そう、まあいいや。でところがですね、なんかいろいろ見ていくと分かるんですけれど、Ruby のパーサーって Ruby の機能をめっちゃいろいろ使っていて、例えば GC が中で走っていたりとか、R ストリングとか R アレイって言われるオブジェクトを中で作っていたりだとか、あとなんか RubyVM フローズンコアっていうのが僕よく分かんないです。なんか見慣れない VM みたいな名前がついたものがなんか突然出てきたりする、なかなかいろんなものが入っているっていうのが今の Ruby のパーサーになっちゃってますと。でこれどうやってユニバーサルパーサーにしていきますかっていう話は、2つの方法を組み合わせてやる必要があって、1つはRuby の機能のうち、パーサーの機能のうち Ruby として提供している機能に関しては全部関数ポインターとして外から渡すようにしてあげる。でもう一つはAST ノードとかみたいな割とパーサーに関係の深いものだとか、あと ST テーブルみたいな実装が割と軽いものに関しては既存のものをコピーしたり、ファイルを整理してあげることでパース .o に対してリンクしてあげてシェアドオブジェクトを作ることができますと。でこれも実は Ruby 会議前に試しにそういうものを作ってみて、実際に Ruby 自分で C のコードを書いて呼び出す 1+2 を解析するっていうコードを書いてみたんですね。で全体で自分の方で書いた MyRuby パーサーは600行ぐらいの C のコードで1+2 を解析して、ちゃんと皆さん多分おなじみの AST が出せることは確認しました。よかったよかったと言いたいところなんですけれど、ちょっと問題があって、これを動かすために209個の関数を用意してくれっていうインターフェースになってて、ちょっとこれを皆さんどうぞできました使ってくださいっていうのはまだちょっと心苦しいなというところで、僕にだって良心もあるわけなので、もうちょっと整理していかないといけない。でじゃあどうやって整理していくかっていうと、いろいろと関数には特徴があるのでグループ分けして整理していく必要があるんですけれど、例えばマロックとかフリーみたいなメモリ管理用の関数で多分皆さんが自分の持ってるマロックとか使わせたいはずなので、これは外から渡せる状態にしておくのが正しいはずで、一方でiMemo みたいな CRuby 割と固有のメモリ管理の仕組みとかも結構中入っちゃってるんで、この辺はそういうの使わないように書き直していく必要が多分あると思ってます。であと Ruby はですね、リテラル、つまり数値とか文字列をパーサーの中でもパーサーの中で Ruby のオブジェクトに変えちゃってるんですけれど、そうすると例えば C のイントからインテジャーオブジェクトを作る関数とかが必要になってくるんですね。でこの辺ちょっとノードの構造を変えてしまってパーサーの中でオブジェクト作るのをやめるようにしたらどうかなというのは今考えています。で似たような話でマイナス1っていうのも今1というインテジャーオブジェクトにマイナスをするっていうなんか処理を実際中で書いてるんですけれど、このままにしておくとフィックスナムのマイナスを取るための関数くださいってなっちゃうんで、この辺もちょっとノードを整理して、例えばこの1っていうのはネガティブな値だよっていうフラグを持たせたりとか、もしくはノードネガティブっていうのを導入してラップしてあげる必要があるのかなと思っています。他にはですね、ラクターの一部マジックコメントなどで何かメイクシェアナブルっていうメソッドを呼び出すようなノードを追加したりする謎のハックが入ってるんですけど、こういったものはコンパイル C の方に変えていただくのが正しいかなと思っています。はい、というわけでまとめです。とにかく一旦切り出しは完了しました。で209個の関数というのがスタート地点で、ここをスタート地点にこれから共有ライブラリのインターフェースを整理していくっていうサブタスクがいっぱいあるので、それを潰していく必要があります。とはいえここで一旦第3のボス、ユニバーサルパーサーを倒したと言ってもいいんじゃないかと思っています。でですね、はい、最後にまとめに入ります。で、Ruby のパーサーには解かないといけない問題が3つありました。でこれらは今日発表したように全て LR パーサーの延長線上で解くことができることが分かりました。で LR パーサーの利点というのはさっきも言った通りオートマトンの理論をそのまま使うことができるっていうのがやっぱ強いところだと思っています。なので、今後僕たちがやるべきことというのはLR パーサーの実力というか真の力をもっと引き出していく必要があると思っています。でそのために今回リャマというピュア Ruby の
パーサー基盤を用意しましたので、これに機能を実装していきましょうというのが僕からのメッセージになります。でですね、ドラゴンブックって、コンパイラの本なんですけれど、この表紙をもう一度よく日本語版見てほしいんですけれど、このドラゴンに立ち向かう戦士が持っているものって何か見たことありますか？これ LALR パーサージェネレーションって書いてあるんですね。そう、つまりこの問題を倒すには LR パーサーしかないというのが僕の結論です。で、パーサージェネレーターの歴史をもう一度振り返ってみたいんですけれど、2000年代には相次いでパーサージェネレーターから手書きパーサーへ移行するという動きが起きていました。しかしですね、これは歴史の様子だと思うんですけど、2020年代になると、LR パーサーをベースにしたエラートレラント、エラーリカバリーの論文であるとか、再びLAR パーサーを基盤にしようという論文が、少数ではあるんですけど、出てきていると。で、今日ですね、この発表があったということで、今年こそまさに LR パーサー元年なのかなと思っています。ありがとうございます。で、じゃあ、もうちょっと遠い未来の話をしていくと、今後パーサーをどんな感じにしていきたいかっていう話ですね。僕はLR パーサーを基盤にまず据えてあげて、その上でグラマーファイル、入力するファイルの DSL をもっといろいろ付け足していくことで、LR パーサーができることっていうのを増やしていきたいと思っています。で、Ruby に関して言うと、レクサに結構ロジックが今載っちゃってるので、それは割と文法定義の方に持っていきたいなという夢があります。また、今 Ruby、今後ユニバーサルパーサーを考える上では、例えばピコ Ruby とかの MRuby とかピコ Ruby のような割とメモリのフットプリントに対して厳しいような環境ってあると思うんですけれど、そういったところでもLR パーサーの特に入力、これ入力が DSL になっているというメリットがあって、吐き出す実際の C のパーサーの実装がどうなっているかっていうのは独立してるわけですよ。だからメモリのフットプリントに対して優しい実装とかっていうのを多分裏側に足していくことっていうのはできるんじゃないかなと思っています。で、こういったことを突き進めていって、最終的にはユーザー、ここでユーザーって要するに中田さんとか僕とかみたいなパーサーを書く人たちが文法を記述することだけに基本的に集中できるような環境っていうのが作れたらいいなと思っています。で、もうちょっと直近の話としては、CRuby に Llama をインストールしますので、その上で CRuby と他の機能、Llama の他の機能をインテグレーションしていきたいと思っています。で、ユニバーサルパーサーについてはですね、引き続きインターフェースの整理を進めていかないとなと思っています。で、ここで皆さんにもお願いが3つありまして、1つは会場の中にもしもLR パーサーに詳しい方、論理的に詳しい方がいらっしゃいましたらば、ご覧のようにですね、今結構トライアンドエラーで思いついて実装して試してみてっていうのを繰り返しているので、もし今日の内容に誤りがあるとか、あと僕がこの論文を読んだ方がいいっていうのがあれば、ぜひ教えてください。仲間を募集しています。で、次にですね、ユニバーサルパーサーとか AST を使っている人たちに、お願いがあって、これは今の Ruby の AST とかに情報が足りてないようなケース多分多々あるので、こういう情報が欲しい、こういう機能が欲しいっていうのがあったら会期中僕を捕まえて教えてください。もちろんパーサー事務の内容で十分ですとか、そういうフィードバックでも大歓迎です。で、最後にユニバーサルパーサーを実装することにですね、興味をもし今日お持ちの方がいたらば、これパーサーそんな関係なくて結構純粋に C の仕事なんですよ。C を書く仕事で、僕 C は正直あんま得意じゃないんで、誰かこれもし興味がある人がいたらばお声掛けいただけたらばですね、一緒にやれるといいなって思ってますので、皆さんのご連絡を僕は本当に待ってますので、冗談じゃなくて待ってますのでよろしくお願いします。で、最後謝辞ですね。パーサーの方針ですとか実装については遠藤さんや笹田さんをはじめとして、いろんなコミッターに会うたんびにいろいろ話を聞いたり文句を言ったりしていました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。でですね、同僚の成瀬さんにおかれましてはですね、成瀬さんが毎日のように出してくる無茶ぶりがなければ半年でこれ3つとも倒すことができなかったと思っているのでですね、ありがとうございますって言いたいんですけど、もうちょっと手加減してくれてもいいと思うんですよね。はい。でですね、参考になる各種リンクをまとめておきましたので、後で資料をアップロードしたときに興味があった方は見ていただければと思います。というわけで、これからのパーサーの未来を共に作っていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。